この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りします。2025年5月上旬、最高気温20度前後で人もサツキも過ごしやすい気候です。冬の間に刈り込みされたサツキは春の陽気で若葉色の新芽を出しています。前回の動画で鉢上げした巨大な高架も順調に芽吹き、輪郭を形成しています。本日の作業、河北の月の植え替えの前に東海の培養所での春の管理について少し解説します。芽吹きの春のサツキは水も肥料もたくさん欲しがります。サツキの水やりは粘りの真下の土までしっかり水を含ませることが大切です。サツキの培養で使用している鹿沼土は一度乾いてしまうと水を含みにくくなってしまうので、鉢底から水が流れ出るほどたっぷり与えた後、少し時間を置いてもう一度水やりします。こうすることで鉢の中までしっかり水を含ませることができます。ここの培養所では毎日2時間かけて水やりをします。肥料については玉肥とナルコ肥料を不織布の袋に入れて与えます。与える量は木の状態によって様々です。今年鉢上げしたばかりの高架には与えません。木の大きさに合わせて適宜鉢状に置いていますが、芽が混んできて仕上がりに近い木は肥料を少なめにした方が良いかもしれません。肥料がよく効いていると新芽がたくさん出て芽透かしの作業が大変になります。仕上がりに近い木は肥料を減らし気味にした方が良いでしょう。5月はサツキの花の季節。気の早いサツキは開花し始めてきました。展示会シーズンが楽しみです。さて、本日の作業、河北の月の植え替え作業です。このサツキの所有者は2016年頃に東海の樹形に感動してサツキを始め、現在は中国の寧波でサツキ園、終園を営んでいるお姉さん。サツキに対する情熱は鶴見さんも舌を巻くほど。サツキの培養、生死ともに日本の技術者顔負けの技術を持っています。この河北の月は2023年2月に鉢上げされ、木箱で培養されていたもの。2年の培養で芽が充実し、輪郭もできてきたので今年の展示会に出品します。そこで全体の輪郭を整え、化粧鉢に植え替える作業を行います。まずは輪郭を整えるために輪郭から飛び出している芽や下向きに伸びている芽などを切り揃えます。とはいえそれほど輪郭を乱すような芽が伸びていないので、混んでいる新芽を指で摘んで取っていく程度にします。展示会に出品することを目的としているので、つぼみを残すように整えていきます。花が咲いた時をイメージして形を作っていきます。通常サツキの盆栽樹形ではつぼみの数が多すぎて咲かせる前に何度かつぼみを間引く作業をしますが、東海は芽数を少なく仕立てる作り方なのでつぼみの数も少ないです。事前につぼみを間引かなくても咲いた時に多少調整すれば OK です。やっぱ前後はやめねえから。飛び出してる新芽摘んでる感じですね。うん、新芽も取る、開けるだけ。伸びちゃってる。花を隠さないようにしてるんですよね。うん。花咲くとこれは大事になるから。まあ、あとは咲いてみないと、うん、ですね。咲いた時もまた取んなくちゃならないから。これ花芽って摘んだりしてんですか？花芽は摘まないよ。あ、でももともとそっか。花芽は摘まない。芽数を少なくしてるから、
そんなにないんですね。俺なんていうのは結構花咲いた時綺麗なの、あんまりないからそうですね。こうになっちゃうね、他の昔のテープは作れちゃそう少し間引かないと間引かないとね。あ、じゃあそこまでしなくていいんですね。大丈まだ植え付けて2年なので木箱は壊さずに抜いていきます。思っていたよりもよく根が張っています。周囲の根を切っていきます。展示会のための鉢替えなので鉢に入る程度まで切り詰めるだけで根はほぐしません。でも結構張ってるよ。後ろがいっぱいこっちはいいねでかくしてきて、夫。楽だね。こっちもちょっと集めて、あと2センチぐらい詰めてもいいよ。根っこあんだよそこは。あ、結構張ってんな。張ってるよ。2年でこういうの張ってんだな。これはこっちはここらまで取っていくよ。ここらまで。で、70だから。十分だ。開花前に根を切ると開花がやや早くなると言われています。花北の月はやや遅咲きの品種。一斉に咲かず次々に咲いていく性質があります。展示会用に咲き揃えるのが大変です。展示会はこの作業日から18日後。まだつぼみが硬いので今後は無加温の温室で管理して開花を促進します。細い時は大味の曲で面白みのない木でした。花北の月は木の性質が硬く曲げるのが難しかったのでこんな大味な幹になったのでしょう。苗木からですと40年から50年は経っていると思いますがこれだけ太くなると迫力のある木になります。花北の月のように曲げにくい品種は扱いにくいので残っている木も少なく希少品種となっています。でもこの幹はよく曲がってますね。この太さになっても。これは昔の作りの一番ボロなやつ。一番この曲がりは。あ、そうなんですか。ほんでもうここだんだん良くなるんだこのあれが。ね本当の目水もあれ見てたべ。本当に昔じゃこれはいい曲は飲まれてなくなっちゃったりねそうで。すよね。買う人いなかったんだこんな曲は。相当曲がってたんじゃないですか、昔は。いいのはぼっこりだよーくとって昔はいいなーっつったらほとんどダメ。作りたくったって作れないですよね。そうね。若い時じゃこいつ売れね売れなかったよこれ。ね、売れないし、太くなってから曲げらんないし。昔はボロな木だったんだよここの日ね。れ。でも太くなったからよくなった。こんな太くてこんな曲がってる木ないな。いいよ。だから昔じゃあお化けみたいなこれ。ね、今は細くっちゃね。今はいいよ。これじゃね。だからあ多くは大体木持ってて。抜けるな。抜ける抜ける抜ける。出させば大事だな。で釣り場抜けちゃう。氷土は2年間の水やりや肥料などで汚れているので氷土の土をほぐし水の通りを良くしておきます。俺なんちゃって釣り場になるのださ。そんなかもしれない。鉢から木を抜くのに重機を使います。まさに規格外。大事かもしれないね。ちょっと巻いて。ちょうどいいと言ってください。大丈夫だ大丈夫。もうちょい上げて。先に待って待って待って。これ取っちゃった。そろそろな。そろそろ。はいよストップ。ほんでストップストップ。植え付ける鉢のサイズは左右86センチ。大型の鉢に合わせるように根を整理します。75まで結構ある。
全部入れて大丈夫。全部入れてる。これで OK だよ。なこれで OK だよ。大事だ、これだけだ。これそのままとりあえず先輩、このままいいな、で、移してみます。わかりました。で、もうちょい待ってよ。待って、もうちょいもうちょい。あとこらいさん。ゆっくり。後ろの枝が落ち枝で落ちていくの。まあ、こざっとよ、これと、あったら土ついてるから、ちょっとつけといて。展示会では表土を緑色の苔で覆います。コンクリートの上など自然に生えている苔を剥がし、裏面についている泥を洗い流してから表土に並べていきます。この苔は展示会が終われば剥がしてしまいます。土ついてるってことは地面に生えてるんですか？あ、それか。ハサミいる？ハサミいらない。ハサミはいらないよ、これは。並べていくんだもん、きれいに。このまま上手が洗うだけ。これいらない。苔くるか少し。いかがでしょう。鉢上げして2年、枝の仕上がりはまだ未熟ですが、さつきは花が咲けば十分に見られる姿になります。花が咲き、展示会に並んだ姿が楽しみです。以上、河北の月の植え替えでした。最後に今後の枝作りや春の肥料についてのお話です。どういう剪定していきますこれから？これ自分で持つんだったらよーくこれはみんなこう批判するの。商売につくんだったらちょっと増やして、目数増やして、ね、目数増やしてこのまま使って早くウルサンダンをするようにすればいいし、俺らはもう趣味だから、目先がみんな一本ずつ組み立てるようになってんべ、だから商売の人はこれやったから中華かかってな。そうですね、だから商売の人はもうこれです
こましちゃえばいいんですね。ここましちゃえば。ある程度にやる、俺たちはだから最後までつくからここは部屋になって柱が立つの、はい。それの違いだけだって柱が立つんでやっぱり柱立ててよく作ったこれ、10年近くかかるんだよ、ああ、まあそうですね。だからこう1年2年でこうやってやるのはこのままこうやってふかして、うん。だから俺たちやったらこの中身みんな取っちゃうからおお。で1本ずつの仕上げたら全然違うよ、だから見た感じでおそらくみんな違うと思う。ええ柱を立ててよくここが組み上がって本当のいいうち作るのには、ここが中がほぐれていくんだよああ、のほぐれてくる。やりが、これ全部大体完璧だと思う。一本ずつこれああ、ほんでここで一本にしこて。こでこうやって一本にこうやってこうやってみんなこうやってだから最中の時にはこういうのみんなこれ取っちゃうの、これ立ててっちゃうの、これから出ればこれみんなこの中も取っちゃって、ここからこうやってでこれを太くしてここから冷やる。これ一本にしちゃうんですね、これ。そうだよ、これ一本これ、だからこれでこれこれが柱だからこれはだからここでまたちっちゃいの作るみたいな感じですね。こうやってみんなだからここで早く作る人はここで多難しそうですね。これで何本も何本も出して作っちゃいますけど。俺なんちゃらみんな立ってっぺな、うん。柱みんな立ってっぺな、化粧鉢に入れても裸にしちゃうんですね。そうだよだからこれでまだ伸ばすんだから伸ばしながら使わないとここが太くなんねえの。あ、まだ作るんですね。作るよでこれみんなこれ冷やだからうん。冷やここから飲んだと3、4でできるんだかええ。あれ肥料置いたのっていつですか？らこれまだあれだよ今年の春ですよね。今年になってっからなんだよ。あ、今年になって。だからあえていっぱい出ちゃうんだよ。実が多くなって芽が。これね去年のと今年のだけだよ。秋にやって、うん春にもやってるってことですね。秋と春はやる。春。でこれで、そうすると肥料が効くとこう芽がいっぱい出ちゃう。出ちゃうんだよ。だからこれが大変だ。でくりすぎてもこれがあんまり伸びなくなる。あ、そうなんですか。こういうのだってみんなこれ伸びなくなるよ。黄色っぽくなるからみんなくりすぎて。あ、そうなんでか。ですも高山系だってことよ。ちょうどいいなやっぱりこんなもんだよな。だからあそこらでも強いんだもん。だから今2つ折りてくんだけど。ああ、2つぐらい。あんまりくれてもダメだし多くてもダメなんだよ。ああ、多くてもダメです。少なくてもダメですだからここらでもだから多くなっちゃうようにと思って普通4つ折りくれんだけど2つにしたりえ葉っぱ見てなだよなうん。規制はこの後輪がちょっと芽が多い。な多いんだよね多すぎんだよ。普通ここまで芽出したらね、芽抜きしなきゃいけないそれじゃないですか。じゃこれで持ってくるときみんな取ってやるの。おー、その作業が大変ですね。これ取ってやらなくちゃねえな。だからこれが伸びすぎちゃうと困っちゃう。こういうの水を控えてるとかそういうこと。水が視界ってこれ花が悪くなるしあだからこの繰り方っていうのは難しいよあ。な。取るほかにいいんだけど木によっても違いますからね。でも大体このくらいで揚げてるんですね。これも秋と春と混ざってるんですか？これ1回だよまだ。春だけ？秋。これ春くら秋の栗だけかな。秋のやつ。うん。これまだ春やってない。これ今栗てない。ん秋になって栗てない。こういうのも栗てない。これらも栗てない。ああ。これみんな春先のでこれ。でももう効いてないですよね。聞いてない。うん。効いてない。でもまあこれだけ芽が出るんですね。そんな肥料。これはでもちょうどいいかなと思ってんだよ。ああにか栗すぎたんだよ。あんなに栗ちゃったんだよ。あの栄冠がだいぶあれも蜜の摘むのこんのが大変。この大変。これ知らねえか。まだやってあげてまだやったこといただけたから聞き直しただけ。これも2年かそうこれで。これはちょっと経ってっけど。うん。で今年出せんだよ。これ咲いた栗満杯になっちゃう。そうでしょうね。で花も綺麗なのこの方が。展示会出すときはこれぐっちゃぐちゃになるんだで。中から見たって見えんだもん。だから最近になってこの小林の栗すぎっていうのが
大変だ。ちっちゃいんだすぐ取れるけど、はいでかくなったら取れねえの。大変になったら大変だべ。でも膨らんじゃったからピクとなるだけ鼻前に取ってやんねえと。取る。以上、巨樹巨木自然樹形研究会による河北の月の植え替えと今後の枝作り、春の肥料についてでした。